ついに万博にやってきました。平日にもかかわらず人が多いです。本日は東ゲートから入場します。9時半過ぎに到着して入場できたのは10時半でした。まずは予約していた空飛ぶ車ステーションへ向かいます。事前予約すると空飛ぶ車に乗って撮影ができます。予約なしでも離れたところから撮影はできるそうです。車の中にミャクミャクがいて可愛かったです。乗り心地は車っていうよりヘリって感じでした。ここでは自分がデザインした車がシアターに登場します。いろんなデザインがあって見ていて面白かったです。メインショーは撮影できなかったので感想をお伝えします。空飛ぶ車が実用化された世界で大阪の街を飛んでいく映像が楽しめます。360度シアターで足元が映像と連動して振動するところが没入感もあって最後まで飽きずに楽しめました。最後に映像の空飛ぶ車とミャクミャクと写真が撮れます。みんな写真を撮りたくてガヤガヤしてるので周りが入り込まずに撮るのはちょっと時間がかかります。お子さんも楽しめるパビリオンだと思います。暑くてお腹も空いたので涼しい食べ物を探しているとお芋といちごとりんごのファームトゥーザテーブルさんという座れそうなお店を発見しました。私はお芋といちごのかき氷のミャクミャクトッピングにしました。いちごの味も美味しくてミャクミャクがとっても可愛かったです。ぴょんの部屋。続いてスイスパビリオンに来ました。本当はハイジカフェに行きたかったんですが、すでに受付停止しており並べませんでした。30分ほど並んで入ると、まず切り絵がありました。スイスの社会情勢を表現しているそうです。この切り絵には7つの隠れハイジがいるそうです。ペーターもいるので、ぜひ探してみてくださいね。続いてシャボン玉のコーナーに来ました。ここには願いを叶えるマイクがあります。マイクに話しかけると声に反応してシャボン玉が出てきます。次は未来展示のコーナーに来ました。3つの中から1つ選んで指定の場所に置くとその説明を聞くことができます。私は心筋の説明を選んでみました。心筋のリアルタイム識別に向けてスイスと協力して取り組んでいるんですね。次のコーナーに来ました。左の展示物は5つの中から1つ選んで指定の場所に置くとその説明を聞くことができます。こんな感じになっています。右はスイスパビリオンのジオラマがありました。よく見ると建物付近にも人がいます。精巧に作られていて建物は本物そっくりです。建物の中が見えるようになっていて面白いです。パビリオンの最後はハイジとのフォトスポットがありました。ここであまりにもお腹が空いたのでご飯を調達してきました。コロンビアパビリオンが近くにあったのでここにしました。郷土料理レチョナとエンパナーダ・デポジョをいただきました。どちらも初めて食べた味で上に乗っているカリカリの皮も美味しかったです。ぴょんの部屋。続いて当日予約ができた大阪ヘルスケアパビリオンに来ました。人数分のリボンバンドを受け取ります。ここに並んで少し待ちます。今から体測定ポットを利用したリボン体験をします。順番が来たので進みます。空いている好きなところに入ります。モザイクがかかっていますが
安田大サーカスのヒロくんがいました。岡山放送のラジオの仕事で来てたみたいです。普段芸能人に会えることがないのでガン見しました。着いたので測定を始めます。まずリボンバンドをタッチします。体験を始める前に注意事項を確認します。確認したら次へを押します。7つのヘルスケアランクを測定します。まずは神ランク測定。ここまではスタッフの方が隣で説明してくれました。特に難しいところはなかったです。よく覚えてください。この絵を見てよく覚えてください。計算してください。答えを見つめてください。次はノーランク測定。前に戻ります。前に覚えた絵を見つめてください。前に覚えた絵を見つめてください。ノーランクの測定は完了です。次は筋骨格ランク、心血管ランク測定。心血管ランクを測定します。ペースメーカーなど足元の2の場所に移動してください。手形に合わせて両手を置いてください。肘を伸ばしてください。ただいま測定終了しました。次は未来のライドに乗車します。2050年の未来は空飛ぶバスが走っているかも。周りにあるディスプレイの前に立ち、リボンバンドを卵マーク周りにあるディスプレイに移動します。リボンバンドをタッチします。自分の現在のアバターが映し出されました。25年後の自分のアバターが映し出されました。実際に見てみると何とも言えない感情になりました。25年後なのであまり今の面影はないですね。続いて未来のヘルスケア1に来ました。パーソナルフードスタンドでは自分の体に合ったサンプルをもらえます。リボンバンドをタッチします。パネルの質問に答えていきます。アミノ酸ゼリーをもらいました。次は地球と体に親切な除菌コーナーに来ました。リボンバンドをタッチしてマウスウォッシュのサンプルをもらいました。MAT は画期的な除菌消臭システムで2050年では農薬、医薬品などにも応用されているそうです。くぐるだけで除菌されるシャワーゲートに入りました。次は細胞ケア研究所コーナーに来ました。リボンバンドをタッチします。
未来では細胞にアプローチする新たなヘルスケアが広まっているそうです。食による細胞ケアは体の細胞に働きかけ、老化を遅らせる期待のヘルスケアとなっています。細胞ケアが人々の健やかな毎日、豊かな人生に役立つ日が近づいています。次は人と地球に優しい繊維コーナーに来ました。卵の殻の内側にある薄い膜から生まれた繊維が下からの風で浮いています。実際に触らせていただきました。しっとりと滑らかでとても軽かったです。また、卵からできたいろいろな素材を触ることができました。最後に卵の殻と卵のオブジェがありました。ぴょんの部屋。続いて未来のヘルスケア2に来ました。ここには7つのコーナーがあります。まずはアイケアステーションコーナーに来ました。が、受付停止して並べませんでした。残念。空いてそうなコーナーを探します。次は量子飛躍する美の世界コーナーに来ました。このように映える写真を撮ってもらいました。続いて未来の都市に来ました。ここはみんな暮らしの街コーナーです。未来の宅建士ミラビーがいます。未来の宅建士と一緒に新しい街づくりを提案しています。次は磁力で健やかに暮らすコーナーに来ました。未来ではこの磁力が人々の健康を支えているそうです。地球がくれたこの不思議な力が活躍する未来をこちらの展示で覗けます。次は家庭で作る霜降り肉コーナーに来ました。未来では肉の細胞から培養して肉を作るミートメーカーが家庭にあり、霜降りステーキがいつでも食べられるそうです。質感は実際のお肉とは異なりますね。一体どんな味なんでしょうか。次はネオライフスタイル LDK コーナーに来ました。こちらはその日の健康データや気分に基づいて食事を作ってくれるキッチンです。料理が出来上がりました。右下にある料理の詳細 QR コードを読み込むと、心血管予防におすすめの食材が表示されます。他の料理や食材なども見ることができます。次はニューモビリティニューライフコーナーに来ました。すべての乗り物がつながり、自動で運転したり、その人にぴったりの乗り物を選べたりする未来の大阪です。便利な交通により街が大きく変化し、地上は木や花が広がる緑いっぱいの街になっています。現実の世界とバーチャルの世界で人がつながり、みんなが安心して暮らせる新しい大阪の街を見てみます。未来ではゲートのチケットが必要ないんだ。外に出てみよう。バスで移動するよ。ここがどこかわかる？ヒントは大きな並木道。そう、ここは未来の御堂筋。もう車は地上の道路を走っていないよ。すごいでしょ。乗り物は地下と空中に集中していて、地上は生活するための空間になったんだ。緑も豊かだし、みんなリラックスして楽しんでるね。あ、大変、体温が上がってる。ねえ、おじいちゃんにお水を渡してあげて。よかった、もう平気だね。タンパク跡地の湯の島は大阪発展の象徴になったんだよ。駅はいつも賑わっているの。 AI やロボットも働いているから、昼も夜も関係なくみんなを受け入れるし、体
体が不自由な人も AI がサポートするんだ。行きたい場所、やりたいこと、会いたい人、みんなにぴったりの出会いも AI が提案するよ。世界の人々が集まって認め合うことで一人一人が自分らしく過ごしているの。この活気やにぎわいはみんなが住んでいる大阪にも負けないと思うよ。私はそんな未来の大阪が大好きなの。ハロー、ニューワールド。ここには新しい幸せがいっぱい詰まってるんだ。バイバーイ。次回、大阪ヘルスケアパビリオンの続きをお届け。お楽しみに。チャンネル登録よろしくね。